はい。皆さんこんにちは。小春このきです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は3月権利なのに年安水準。プライム優待銘柄と題してお送りいたします。はじめに、ヤマハ、証券コード7951についてお話しします。ヤマハは、楽器事業を主力としており、グローバル楽器市場でナンバーワンのシェアを誇っています。特に、電子ピアノやポータブルキーボードなどの電子楽器においては、世界の約半数のシェアで、他社と圧倒的な差をつけています。ヤマハといえば、バイクが有名ですが、あちらはヤマハ発動機、証券コード7272ですね。ちなみに私は、車もバイクも、スズキ派ですね。誰ですか？スズキン感染者、とかいう人は？さて、直近の株価終値は3200円前後で、32万円ほどで購入可能です。7年ぶりの安値を記録しており、コロナショックの底値よりも株価が下がっています。時価総額は約6000億円、DR は 18.6 倍、TBR は 1.1 倍です。予想 ROE は 6.0% で、やや低いですが、自己資本比率は 76.8% で、財務的にはとても安定しています。配当金は、2020年から2023年までは年間66円を維持し、2024年は74円へ増配予想です。しかし、株価の低迷により、配当利回りは 2.3% まで上昇しています。昨年8月には、第一四半期決算発表で大幅下落しましたが、その後株価は、さらに下落しています。PBR が1倍割れに近づいている現状は、注目に値します。決算では、売上高は増えているものの、収益は減少しています。また、上限700万株、または150億円の自社株買いを行うと発表されました。株主優待も行っており、ヤマハリゾットのオリジナルギフトや、ヤマハミュージックリテイリングの優待券がいただけます。こちらは保有株数と期間により、増額されます。配当と優待を合わせた総合利回りは 2.8% ほどになります。それでは AI による株価の予想です。現在の株価3202円に対して目標株価は4150円で 29.6% の上昇余地があります。AI は現在の株価をやや下げすぎと見ているようですね。音楽好きな方におすすめです。次はメニコン、証券コード7780についてお話しします。メニコンは国内最大手のコンタクトレンズメーカーです。定額、会員制、メルスプランにおいては開始以来、売上高が伸びています。時価総額は1200億円ほどで、DR は21倍、TBR は 1.6 倍です。配当利回りは 1.5% で、23年の配当金は25円、24年も同じく25円の予想ですが、過去3年連続で増配していたにもかかわらず、今期は増配のアナウンスはありませんでした。予想 ROE は 7.7% ほどで、自己資本比率は 45% 程度で、健全と言えます。株価を見ると、こちらもコロナショック以降の安値水準まで下落しています。直近の株価は、昨年12月に一時反発しましたが、再び株価が下落しました。業績については、第3四半期の売上高は、6% 増の8740億円ですが、利益は軒並み 30% 近い減益です。通期の売上高予想は1160億円で、過去最高の売上高を見込んでいますが、純利益については 18.7% の減益を予想しています。株主優待としては、メニコンの優待券1万円分などがいただけます。この優待利回りが優秀で 6% を超えており、配当を合わせた総合利回りは 7.7% となります。コンタクトレンズを日頃から利用される方にとってはありがたい内容ですね。では、AI による株価の予想です。現在の株価1626円に対して、目標株価は3114円で 91.5% の上昇余地があります。予想とはいえ、2倍近い上昇です。夢がありますね。今回は、権利確定前の安値銘柄を取り上げました。特に高い配当やお得な優待を実施している企業は、権利確定後、大幅に株価が下落することもあります。
長期での保有を考えるならば、権利確定後の安値を拾って、次回の権利確定を待つのもいいと思います。今は、新NISAで、高配当株や優待銘柄が、かなり上昇していますから、慌てて高値つかみをしないよう、気をつけてくださいね。みんなで一緒にお金持ちを目指して、頑張りましょう。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は、高評価のボタンをクリックしていただけると、今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあれば、ぜひコメント欄にご記入ください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。